お疲れ様です。加藤です。僕はどこに来てるかと言いますと、修善寺に来てます。伊豆半島の修善寺温泉で有名な修善寺ですね。僕、修善寺自体は何回か来たことあるんですけど、電車で来るの初めてだったんで、ちょっと修善寺の駅に初めて降り立ちました。結構こじんまりとしたいい感じの駅ですね。修善寺温泉は、伊豆で有名な、伊豆の中で一番古いのかな、有名な温泉地ですけれども、伊豆自体は別に、日本に住んでる人たちにとっては、そんなに珍しいものじゃないと思うんですけど、最近ですね、僕のチャンネル、めちゃくちゃ海外の人が見てくれてることが、分かりましてというか、前から見てくれているので、ちょっと、伊豆の温泉をそういう人たちに見てもらえたらいいかなと思いまして、ちょっと今回動画を回してみようと思いました。というわけで、修善寺の温泉、ちょっと巡ってみたいと思います。失礼します。修善寺温泉の方にやってまいりました。ここら辺が温泉街ですね。で、僕が今どこにいるかっていうと、これが修善寺温泉が一番最初に、できた元となった場所にいます。これが徳子の湯って言いまして、この修善寺温泉ってすごく古い歴史がありまして、伊豆の中で一番古いぐらいなんで、平安時代なんですよね。平安時代に、弘法大師、空海がですね、ここの場所に来て、徳子っていう仏があるじゃないですか。あれで、岩を砕いたら、お湯が湧き出たっていう、そういう伝説がありまして、それがあそこです。さっきちょっと触ってみたら実際暖かくてですね、本当にお湯が今でも少しずつ湧き出てるんだなっていうのがわかりますけど、周りは川ですからね。普通に冷たい水です。で、さっきウィキペディア見たら、ここでその空海が来て温泉町として始まったのが807年ってことだったんで、もう1200年ぐらい前からある温泉街ってことになりますね。ちょっとここら辺ぶらっと歩いてみます。ここはですね、竹林の小道って言って、僕が小さい頃はなかったんですけどね、この修善寺の自治体の方々とか、温泉協会の方々が、すごい整備しただと思いますけれども、綺麗な竹林の、小道ができてます。だからこういうところを散策するのっていいですね。温泉街だから、やっぱりちょっと、こういう感じで時間が潰せるような場所があるのってすごいいいなと思います。今、10月末でもうすぐ11月になるところなんですけど、結構気温が涼しいから、すごい涼しげな感じがしてとてもいいです。竹林を出たら楓橋。結婚祈願の橋だそうですね。ここは普通はカップルで渡るべきところかもしれませんが、僕は今一人で渡ろうとしております。全然この赤色の橋が多いですね。川がすごい綺麗でいい感じです。伊豆山中だからやっぱ自然が多くていいですね。もうちょっとすると紅葉のシーズンになるんで、すごく人気が高まるそうです。この先にですね、源頼家の墓があるそうで、歩いてます。多分ここら辺にあるのかな。あれかな、あれかもしれないですね。
あれは13子の墓か。源頼家って鎌倉幕府の、第12代、第12代じゃない。第2代の将軍ですけれども、鎌倉幕府ってすごい血にまみれた歴史の幕府ですが、頼家は2代ですけど、結構暴虐に巻き込まれて、修善寺、本当にお寺ですね。修善寺に幽閉されて、それで暗殺されちゃうっていう結構悲劇の将軍なんですよね。その将軍の墓があるそうなんで見に来たんですが、その前にこれは13子の墓ですね。なんか書いてあるな。13子。源頼家が暗殺された後、そうか、その暗殺された6日後に頼家の家臣らが謀反を企てた。けれども、挙兵する直前に発覚しちゃって、13人殺されたって書いてありますね。なるほど。悲劇の武士たちの墓ってことなんでしょう。100年ぐらい前ですもんね。やっぱり苔のつき方がすごいですね。いやちょっと頼家の墓探します。頼家の墓がありました。これですね。今から800年ほど前に殺された鎌倉幕府第2代将軍源頼家の墓だそうです。なんでも入浴中に殺されたそうで、温泉にでも入ってたんですかね。もう刻んだ文字も見えなくなるぐらい古いですけど、この修善寺温泉街ですけど、こういう歴史のある場所だということですね。これからその実際頼家将軍がですね配流された本当の修善寺ですね。ここは修善寺という地区ですけれども、本当にそのお寺のある場所、修善寺に行きたいと思います。さっきの徳子の湯があれですね。そのすぐ近くに修善寺があります。あそこに弘法大師って書いてありますね。これが空海弘法大師が開いた修善寺です。すごく立派ですね。静かでいいお寺ですね。あそこが本堂ですね。すごい立派だな。ここから履物脱いで上に上がれるみたいです。ちょっと本当の中は撮影しない方がいいと思うんで、やめときます。晴れてるとあっちの方に富士山が綺麗に見えるそうですけどね。先ほどの修善寺から、タクシーで20分ほど、山の上に登ってきまして、こちらですね。僕がちょっと回るのは、このマリオット伊豆修善寺っていうホテルになります。マリオット系列のホテルは結構、出張の時とか、その他、いろいろ旅行する時によく泊まってるんですけれども、割と近いところに、僕の家の近いところに、こういう風に、マリオットができてたんで、いつか来てみたいと思ってたんで、ちょうどよかったです。ちょっと入ってみます。
おおー、マリオットなのに、やっぱり一応旅館テストですね。靴脱ぐことになってる。すごいな。ああ、和風ですね。畳だ。畳にキングベッドって。ちょっと面白いですね。うん。こんな感じか。まあいいですね。これは開くのかな？開かないや。あとはここか。こうやって見ると、なんかちょっと昔の旅館っぽいですね。何が入ってんだろう。あ、布団とかが入ってる。これはもう関係ないか。なるほど。あとは、うん。まあこれはあんま使わないですね。温泉があるから。ですね、今回僕本当は個室に風呂がついて、あ、ちゃんと浴衣ある。マリオットのホテルなのに浴衣があるってなんかちょっと面白いですね。今回僕は本当はですね、個室に温泉がついてる部屋に風呂付きのやつをですね、に泊まりたかったんですけれども、なんか満室で泊まれませんでした。結構人気ですね。僕今平日来てるんですけど、結構人気で、っていうのもですね、なんか日本のお客様も多いんですけど、海外のお客さんがすごい泊まってる人が多いみたいで、あんまり曜日関係なく人気かもしれないですね。まあでも、こんな感じです。ですね、なんか、ホテルに入ったら、こんな簡単なおつまみセットをもらったので、なんかビールも2本もらったので、これを飲みながら、今日は終わりにしたいと思います。いや、実はさっきですね、レストラン行ってまして、そこでもワイン飲んでたんで、ちょっと酔っ払っちゃいました。なんか、伊豆の、なんか、ローカルワイナリーのワインがあってですね、なんか美味しかったですね。あのーさっきは、このマリオットレストランで鹿肉を食べてたんですよ。それがすごく美味しくてですね、良かったです。なんか、あんまり僕知らなかったんですけど、今、伊豆の鹿ってすごく有名だそうでして、あの、養殖とかじゃなくて、ここで出してくれた鹿肉も、本当に伊豆山中でかなり増えてきている鹿を、漁師の方が縄で仕留めたり、撃ったりして、それで取ったものを、まあ、ステーキにして出してくれるっていう感じでした。すごく美味しかったですね。あとですね、温泉にさっきちょっと入ってきて、なんかレストラン行く前に温泉入ってきて、ご飯食べてまたちょっと行こうと思ってるんですけど、すごく面白いことにですね、ここは温泉が男湯女湯はあるんですけど、男湯と女湯の間に、水着着用温泉ゾーンがありまして、それがプールみたいな、なんか結構でかいエリアでありました。やっぱあれなんですね、伊豆の温泉ホテルだけれども、やっぱマリオットの名前を借りてきてるから、かなり海外の方が多く来てますね。だから外国の方でもあんま気にせず温泉を楽しんでもらうためには、ああやって水着のゾーンを作ってるんでしょうね。だから水着着用の、なんか温泉ゾーンがこんな立派にしっかりあるのって僕あんまり知らないんで、すごい新鮮でした。
まあ、確かにちょっと面白い点ですね。はい。はい。というわけで、まあちょっと修善寺のマリオット初めて泊まりに来ましたけれども、ちょっと久しぶりに、数年ぶりに修善寺来ましたね。すごい楽しかったです。まあとりあえず、1日目はこれで終わりにしたいと思います。はい。ありがとうございました。あっち側に富士山が見えますね。おはようございます。2日目になりました。今日はなんかすごい晴れてですね、とてもいい天気です。天気がいいとやっぱああいう風にあっち側に富士山が見えるみたいですね。まあでももうこれで帰ります。というわけで修善寺駅までタクシーで戻ってきました。山の方から戻ってきたんでだいたい4000円ぐらいタクシーかかっちゃいますね。まあしょうがないです。まあもうこれから帰るんですけど、最後にざるそばというかそばでも食ってから帰ろうかなと思います。関東の人にとっては有名だと思いますけれども、静岡ってまあ、特に伊豆半島ですね、わさびの産地なんで、まあ、ざるそばとかおそばが結構有名です。というわけで最後はですね、それを食べて帰ろうと思います。ということで、あそこにある紅ほおずきさんに行ってまいります。はい、というわけで、美味しくざるそばいただいてきました。めちゃくちゃやっぱ美味しいんですよね。伊豆のざるそばって美味しかったな。なんかローカルの自然薯を使ったとろろのざるそばとか、あとエビ天のざるそば、あとはやっぱりローカルのもうここら辺で採れたシャモの炒め物がありまして、ちょっとそれをもらってました。すごい美味しかったです。はい、というわけでこれで終わりにして、もう地元に帰ろうと思います。僕の地元は神奈川県なんで、静岡県は隣なんで、ここら辺の温泉地は今までもよく来てたんですけれども、なんかですね、僕今まで海外の旅行ばっかり、取ってきましたけど、初めて日本国内の、しかもショートトリップを取ってみました。いや、本当海外の方がよく見てくれるチャンネルになったので、ちょっと撮ってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。簡単に修善寺温泉を紹介することができればと思って撮ってみました。というわけで、まあ、今回はこれにて失礼します。どうもありがとうございました。